俺は大手建設会社のグループ会社であるハウスメーカーに勤める2級建築士だ。大学の建築学科を卒業して実務経験を積んでいる最中。大学時代の友人たちに聞いた話だと、大半の建設会社やハウスメーカーでは資格取得支援制度があるらしい。職場の方々からの後押しもあり、一級建築士の受験を応援する福利厚生が整備されていると聞く。上司に、うちの会社にもあるのかと尋ねると、なぜか逆ギレされてしまった。一級建築士は事務所に一人いれば十分なんだよ。つまり、俺様がいるからお前は必要ない。直属の上司である二谷さんは、一流大学出身だということと、一級建築士であることを誇りにしている。そして、常に俺を見下していた。一級建築士が扱える建物には制限がない。一般住宅はもちろん、超高層ビルや大規模なマンションまで何でも扱うことができる。建物の用途や延べ面積、高さや階数など、全般において制約を受けることなく、すべての建物の設計を行えるのだ。だから、二谷さんが一級建築士であることは尊敬している。でもな、いろいろと問題が。それは置いといて、二級建築士では扱える建物の規模や用途、構造等に制限がある。しかし、一般住宅程度の規模であれば、木造や鉄筋コンクリート造、鉄骨造など、様々な工法の建物を設計することが可能だ。うちの会社は個人の住宅を扱うことが多いハウスメーカーで、通常請け負っている範囲ならば、二級建築士の資格があれば十分だった。俺自身も多くのクライアントを担当させてもらって、充実した毎日を送っている。ある日、俺が手掛けた竹内様宅が住宅デザインの雑誌に掲載されることになった。松岡くん、でかした。我が社の大いなる宣伝になるな。社長は嬉しそうに言った。設計者本人の取材もあるのかな？かっこよく撮影してもらうといい。社長は大口を上げて笑いながら満足げにその場を去っていく。実際には竹内様ご一家は室内で生活風景を撮影するので家族全員の写真が掲載されるが、設計を担当した俺の顔写真は載らない。それを聞きつけた二谷さんが俺にある提案を持ちかけてきた。俺の名前にすり替えろよ。一級建築士である俺様の方が箔がつくんじゃね？二谷さんは雑誌に掲載する際に設計担当の建築士欄を自分の名前に変更することを命じてきた。その方が会社のためにもなるだろ？いつだって二谷さんは自信満々だけど、その自信がどこから来るんだろう、と不思議だった。業界歴が15年以上長い先輩に言えたことじゃないのは承知だけど、俺は二谷さんが設計する作品があまりいいとは思えなかった。デザインには人それぞれ好みがあるので仕方ない。俺の好みとは異なるということだろう。しかも、俺がこの1年間で手掛けた住宅の総数は、二谷さんの担当数の2倍近くあった。経営上の話なので専門外だが、契約数を多くして利益を上げることも必要なことだ。もちろん、質より量になってはいけないから、クライアントとじっくり向き合い、それぞれのご家庭に合った家づくりを心がけている。俺は、この仕事にありったけの情熱を注いでいるのだ。建築士という仕事は、今の俺の全てと言っても過言ではない。自分が手掛けた住宅は、建築士にとって子供と同じだ。申し訳ないですが、俺はプライドを持って仕事をしています。普段から散々俺のことを馬鹿にする発言をしてきた二谷さんに初めて歯向かった。なんだその言い方は。俺にプライドがないとでも言うのか？彼は怒りをぶつけてきた。違いますよ。自分が設計した作品を他人の名前で発表するなんて嘘はつきたくないだけです。想像以上の剣幕に毛をされながらもきちんと自分の意見を伝えることができた。俺の設計を気に入って依頼してくれてパートナーシップを築いて完成まで共に歩んできた竹内様にも失礼だと思ったから。雑誌に嘘を記載するのは応じかねる、ときっぱり断った俺だったが、
先月の契約数、いつもより下回ったから、今月でクビだ。二谷さんが怒鳴った。今月？この人は正気で言ってるのか？職場に掲示された日めくりカレンダーは月末を指していた。あまりにも理不尽な言い分だ。確かに契約件数が書かれたホワイトボードを見ると、先月は先々月より少なかった。でも、契約を取るのは営業の仕事ですよね。最近では、俺が担当したクライアントからの紹介で、直接俺の元を訪ねてくれるお客様もいる。どんな家づくりをしたいのか話を聞かせてもらって、そこから契約につながるケースも増えてきた。だけど基本的には、新規の顧客を獲得するのは営業部の力にかかっているところが大きい。それに契約件数は人事異動などで人が動く時期や季節によっても左右される。例えば、木造建築を望む施主は、工期が梅雨時期に差し掛かるような日程を組みたがらない。変動があるのは自然なことだし、それに何より二谷さんよりは、と思ったけど、それは先輩を見下すようで気持ちのいいものではない。これ以上の言及は自粛しよう。お前にもっとネームバリューがあれば、たやすく契約が取れるんだよ。二谷さんへの苦言を、俺は胸の内で留めたのに、彼の方は俺に暴言をぶつけてきた。竹内様宅を担当した建築士として、住宅デザイン雑誌に掲載予定なので、それで少しは名前が売れると思いますが、正論をぶつけると分が悪くなったのか、二谷さんは一瞬言葉に詰まった。一つ大きく深呼吸すると、彼は腹の底から声を出した。とにかくクビ。お前なんかクビだ。クビ。二谷さんはわめき散らした。こめかみに血管が浮いている。大丈夫か？勢いにたじろぎながらも、俺は頭の中で、いくら上司でも、二谷さんに俺をクビにする権利はないだろう、と突っ込んでいた。気が済んだのか、彼は自分のデスクの引き出しの中にあるタバコを掴んで、喫煙所に行ってしまった。翌日、俺を指名して300億の商談が入ったことを知ると、二谷さんは驚愕の表情を浮かべた。商談相手というのは、俺が以前ご自宅の設計を担当した本郷様。実は、大手総合商社の御曹司なのだ。施工当時にこのことを知っていたのは、職場内で俺と社長だけ。本郷様のご希望で内密にしていたのだ。俺も初めの段階では聞かされていなかった。数回お会いして信頼関係を築いた後に打ち明けられた衝撃の事実。初回から身分を明かさなかった理由として、よからぬことを企んで近づいてくる輩も多いから、と本郷様はおっしゃっていた。日本でもトップクラスに入る総合商社の御曹司なので、気苦労も絶えないのだろう。しかし、彼からは初対面の時に、ただものではない風格を感じ取っていた。上質な衣服をおしゃれに着こなして、革靴もきっちり磨き込まれていた。それに、背筋もしゃんとして姿勢が良く、品のいい佇まいで、高級腕時計を身につけていたから。服装や装飾品でお客様を値踏みするわけではないが、身につけているものからも、その人の好みが知れるので、観察する癖がついている。本郷様は大の建築好きで、俺が学生時代に参加した建築デザインコンペの作品を見て、興味を持ってくれたらしい。彼が自宅を新築するとなった時に、俺の名前でインターネット検索をかけてみたらヒットしたそうだ。会社のホームページで社員紹介欄に載っていた俺を見つけて、うちの会社を訪ねてくれた。初めて会った日、施主と担当者という垣根を越えた建築マニア。いや、建築オタクとも言える建築談義に花が咲いたのをよく覚えている。本郷様はいっぺんに俺を気に入ってくれて、君に任せたい、とおっしゃってくれた。立派なご実家はすでにあるため、本郷様が世帯主である家族4人のための注文住宅建築には少し遊び心を持たせたかったのだろう。新進の建築家にかけてみようと冒険してくれて、そして、その相手に俺を選んでもらえて光栄だった。実務経験が浅いながらも、学生時代から今まで蓄えてきた知識を駆使して期待に応えたいと精一杯力を尽くした。家の構造、性能や間取り、
デザイン面の要望など細部まで幾度となく打ち合わせを重ねて本郷様宅の設計は完成した。予算は設けないと言われて、俺も腕が鳴った思い出の邸宅だ。新築完成披露パーティーにも招かれて、君に任せてよかったよ、と言ってもらえて、恥ずかしながら男泣きしたのも記憶に新しい。今回、本郷様が取締役を務める総合商社の本社ビルが老朽化したので、新たに設計し直すという話が持ち上がったらしい。そして、担当する建築士として、俺を指名したいと言ってくれた。気に入ったら、各地方都市にある支社ビルの建て直しの際も発注してくれるという、総額300億にも及ぶ話だ。本郷様から話を聞いた二谷さんは、目を向いて驚いた。だが、すぐに体勢を立て直したようで、二谷さんは余裕の笑みを浮かべる。でもこいつ、二級建築士なんで、ビル設計は無理ですよ。俺は一級建築士なんで。そう言って二谷さんは本郷様の前にしゃしゃり出た。私、もう一級建築士ですよ。この俺の言葉に二谷さんは唖然とする。社長の計らいで二谷さんには黙っていたが、俺はすでに一級建築士としての免許登録を済ませてある。令和2年に一級建築士の受験条件が変更になったことをご存知ないですか？俺は二谷さんにこう聞いてみたが、無反応だった。一級建築士試験の改正以前は、指定科目を履修し終えていても、2年以上の実務経験が受験資格として必須だった。しかし、令和2年の改正後は、受験資格として実務経験の必要がなくなった。免許登録条件として、2年以上の実務経験が必要に変更されたのだ。つまり、改正前は大学卒業時には受験資格がなかった一級建築士試験も、現在では受験可能になったということ。もし試験に合格しても、正式に一級建築士と名乗るためには、さらに免許登録が必要になる。その免許登録を受理してもらう条件としては、2年以上の実務経験が必須なので、一級建築士になるには、実務経験が必要なことに変わりはないけど、俺はすでに大学卒業後の社会人1年目の時に一級建築士試験には合格済みだった。そして、つい3ヶ月前に免許登録を済ませたところ。そう、晴れて一級建築士になっていたのだ。もちろん、そのことを社長は知っていたが、ひがみや妬みの塊である二谷さんの耳にはわざと入れないようにしていたのだろう。建築業界のことを勉強する気持ちや向上心がまるでない彼は、改正されていたことさえ知らなかったようだ。今まで二級建築士と見下していた相手が一級建築士だと知って、二谷さんはうなだれた。そうなんだ。これからもよろしくな。二谷さんはまだ状況を飲み込みきれていないという曖昧な表情で俺に言った。私、明日で退職なので無理です。俺の言葉に二谷さんは絶句する。実は俺はうちの会社のグループ企業である大手建設会社への転職が決まっていた。登記上は関連企業扱いとはいえ、実質建築会社はうちの親会社のようなもの。本郷様が提案してくださった本社ビル建設の話は、さすがにハウスメーカーでは手に負えない案件だ。うちの社長は本郷様という、いわば太客を手土産に持った俺の受け入れを親会社に打診した。建設会社にとっては願ってもない話なので快諾したらしい。うちの社長は今後さらに一般住宅の案件を自社に多く回してもらうことを交換条件に親会社と話をつけたようだ。会社同士に限って言えば、いわばウィンウィンな交渉なのだ。しかし、俺個人にとっては喜ばしい話とも言い難かった。ビル建設よりも個人に寄り添った一般住宅を扱うこの会社に残りたかったから。建設会社よりも規模の小さいハウスメーカーならではの小回りが利く感じ。一人一人のクライアントの要望に柔軟に対応できるところも気に入っていた。そして、お客様とじっくり向き合って、ベストな家づくりを目指し、二人三脚で歩む仕事の仕方にも充実感を覚えていたのだ。でも、会社の命令だから仕方ない。
何事も経験が大事だからと気持ちを切り替えて転職を受け入れた。いつか独立するためにも様々な種類の案件を取り扱ったり、建築士としての実績を積むことに意味がある。それに、俺を信頼して大きな仕事を任せようと考えてくれた本郷様の期待に応えたいという気持ちも強かった。俺が明日、このハウスメーカーを退職して、建築会社に転職することは、本郷様もすでに承知の事実だった。だが、本郷様は非常にご多忙な毎日を送られている方なので、打ち合わせに避ける時間も限られている。今日は電話やオンラインの打ち合わせではなく、直接俺と話がしたいということで、こちらに出向いてくれたまでのこと。実質的には上層部同士ですでにまとまっている商談なのだ。あとは、建設会社に転職後の俺の仕事の出来次第。他の支社ビルまで任せていただけるかはまだ先の話なので、目の前の仕事に心血を注いで認めてもらうしかない。上機嫌な本郷様に食事に誘われたので、あっけに取られる二谷さんを残して、その日は退社した。翌々月、建設会社に転職して、張り切って働き始めた。あの日、つまり、本郷様の来社によって、二谷さんに衝撃を与えた日の翌日、二谷さんは急に俺に対する態度を変えて、ペコペコ頭を下げてくる。転職しても仲良くしような。よろしく頼むよ、松岡くん。二谷さんはずっと、お前だの、おい、としか呼ばれていなかったので、名前を呼ばれたのが新鮮だった。そうそう。あの日、二谷さんに向かって、明日で退職です、とは言ったし、実際に出勤したのは、その明日にあたる末日までだったが、正式な退職は翌月末だった。仕事に邁進するあまり、たまりにたまった有給休暇を消化した後の退職となったからだ。有給消化期間に勉強を兼ねてヨーロッパの建築見学旅行ができて非常に満足している。リフレッシュを終えた俺は新しい環境で忙しい毎日を過ごしている。一級建築士になったことと建設会社に転職したことで手掛けるものの規模はどんどん大きくなっていった。でも、いつまでも初心を忘れたくないと思っている。噂によると、二谷さんも心を入れ替えて熱心に仕事に取り組んでいるらしい。俺の転職に続いて、二谷さんのさらに上司にあたるベテラン一級建築士が定年退職したと伝え聞いた。事務所内で紛れもなく唯一の一級建築士になったことで自覚が芽生えたらしい。時々この会社にも商談で現れる社長の話によると、最新の住宅デザインなども勉強しているようだ。俺自身も職業としてだけではなく、大好きな建築の勉強は一生続けていきたい。建築オタクの道をどんどん突き進んでいきたいと考えている。設計する建物の大きさや予算に関係なく、クライアントの要望に熱心に耳を傾ける。俺はこれからも真心を込めて仕事に向き合っていこうと改めて誓うのだった。